我は美術保健医ディープブリザードである。今回も皆から送っていただいたイラストを添削させていただこうと思うのであるぞ。添削に入らせていただく前に、皆からよくいただくご質問についてお答えしようと思うのであるぞ。よくいただくご質問の一つとして、版権キャラクター、二次創作のキャラクターのイラストを応募しても良いのかということであるけれども、こちらはもちろん問題ないのであるぞ。ただ、どういう作品のどういうキャラクターなのかという作品名と名前を明記していただけると採用率が高くなると思っていてほしいのである。なぜかというと、やはり版権キャラクター、元があるキャラクターなので、こういう性格だったり、こういう表情だったり、こういう色使いだったりという前提があるので、魔王がそれを知らないまま添削をして、間違った解釈で添削をしてしまうと、版権キャラクターとして間違った絵になってしまうのである。なので、キャラクターと作品名はできれば応募時に添えていただけるととても助かるのであるぞ。そして、こういう作品はちょっと採用しにくい、採用できないというものの基準もお話をしていこうと思うんだけれども、まずは過度に性的表現があるもの、いわゆる成人指定のものであったり、かなりセンシティブな絵だと我が判断したものについては採用できないと思っていてほしいのである。また、過度にそういうセンシティブじゃないものだとしても、肌の露出がとても多かったりするものというのは YouTube の規約などもあり採用がしづらくなってしまうのである。同じものとして過度な暴力表現や残酷な表現が含まれているものに関しては採用できないのでご了承いただければと思うのである。例えばちょっと怪我をしてるとか、ちょっと血が出てるみたいなぐらいであれば大丈夫だと思うんだけれども、それ以上の表現になってしまうと、この動画を見てくださってる方もちょっと不快に思われる可能性もあるので、皆が見て大丈夫だったりとか、例えばそうだな、小さいお子さんが見ても、これは大丈夫だなっていうのが基準であれば基本問題ないであるし、例えばテレビのゴールデンタイムで放送できているものであれば大丈夫だと思っていただければ、基本は大丈夫だと思うので、それでももし、これって大丈夫なのかな、これって応募してもいいのかなって、もし不安になるようであれば、動画のコメントであったり、Twitter でつぶやいていただければと思うのであるぞ。それでは、今回の添削に行こうと思うのであるぞ。では、こちらのイラストが、今回添削をさせていただく、風魔殿のイラストである。描いているキャラクターは、ホロライブイングリッシュのガウル・グラ殿ということで、添削の希望モードは地獄モード。そして、プロを目指しているのか、趣味で書いているのかは、プロを目指しているということで、今回3回目にして初めてのプロを目指している方からの添削をさせていただこうと思うのであるぞ。まずは今回送っていただいた絵のお悩みや、うまくいかなかった点、重点的に見てもらいたい点は、現状のベストを尽くしたので、自分以外の評価が欲しく添削を希望しました。プロになるには何が足りないのか、厳しくご指摘お願いします。ということで、本人もご覚悟の上で送っていただいたようで、魔王ももちろん本気で添削をさせていただこうと思うのであるぞ。そして、この今回送っていただいた絵のうまくいった点や好きな点は、手に食べ終えた後の棒を持たせることで、タイトルのそのアイス美味しいと聞かれて、うんと答えるシーンが連想できるようになったと思います。もともとは棒が目立たない構図だったので、構図も顔と棒を持つ手が見えやすいよう角度を調整しましたということなのである。まずは今回この絵の良かったところ、そして本人が言われている点なども含めてまずは見ていこうと思うのである。まずパッと見ですごく見て思ったのが、キャラクターのデッサンの取り方が非常に上手だなと。こんな風に上から見下ろしている構図というので、綺麗にキャラクターのバランスやデッサンを取って描いているのが非常に良い点だと思ったのである。なかなかやっぱりこうやって見下ろす構図となると、こうやって奥の方になる手や足のバランスっていうのが難しかったりするのだが、これまででベストを尽くして描いたということで、非常にパッと見のデッサンのクオリティは高いであるし、ちょっとデッサン狂っているとこないのかのとちょっと反転したりとかして確認もしたのであるが、ないとは言わないけれども、もう言ってしまったらそこは反転しないこういう普通の状態で見た時には気にならない範囲であるし、それをわざわざ重箱の隅をつついて言うのはちょっとそれは違うなと思ったので、そのぐらい基本的なキャラクターのデッサンであったりとかポーズというのはかなり完成されているものだと感じたのであった。
こういう足の部分に肘をついて手を置いてあるポーズだったりとかも非常に丁寧に描かれていたり、手のニュアンスだったり、リラックスしているような姿勢っていうのもすごくわかりやすく描かれておったので、こういうキャラクターの描き方やポーズ、デッサンなどに関しては、プロのレベルを持っていると言っても過言ではないと思うのであるぞ。そして、一見ちょっと結構線画を見てみるとかなりフラットな感じ、あまり強弱をつけず、軽く入り抜き、この線画の先っちょの部分であるのを軽くつけている感じなので、普通こういう描き方をしてしまうと、割とその絵全体が死んでしまうというか、線の強弱がなくて生き生きとした感じというのが絵に出てこないことが多いのであるが、この風魔殿の描かれた絵だとそこがあまり感じなかったというか、むしろこのフラットな線があまり抑揚をつけないことですごくいい意味での個性を発揮されておるなと感じたのであった。あとはこういう陰影の付け方かなに関しても基本違和感があったりおかしな点も見えないであるし、しっかりと陰影とハイライトをつけておるので、それがやっぱりこの線画のフラットさも含め、きっと良いように動くように作用しておるのかなと感じたのである。なので全体的にクオリティが高いキャラクターの描き方をされておって、さすがこれはプロを目指していると本人が言っておるだけはあるなと感じたのであった。ただ、裏を返せば線画やキャラクターのポーズ以外には問題が非常に多くある絵と言えるのである。まずはどういうところかというと、パッと見で影の印象があまり良くないなというか、影の色味選びが非常に良くないと感じたのである。例えばこの肌の色などであれば、基本的にこの肌のベースの色のサイドを落とした絵になっていて、あまりこんな風にサイドに変化がない、ただ明度を落としただけ、サイドを落としてくすませただけという絵は、正直プロの世界ではほぼ通用しない技法だと思った方が良いであろう。これをよっぽど意図的だったりとか、あと最近やっぱり流行ってるレトロ風味の作風でやるのであれば、そのやり方というのもありだとは思うが、全体のバランスやコントラストを見てそれを意図してやったとは、この絵からは感じ取ることはできなかった。プロを目指すのであれば、やはり今流行の色相であったり、せめて流行っていない色の塗り方はしないという選択を取るというのは大事であると言えるであろう。またこの色の塗り方のことで言うと、例えばこういうアイスの描き込み、この他の絵は割とそのアニメ塗りに近いフラットな感じだったり、あまり書き込まないことでキャラクターの個性を出しているのであるが、このアイスの部分だけめちゃくちゃ書き込んでるんであるよ。で、その結果、こうやって引いた時に見て、そんなにそれが効果があるように見えないし、逆に言うと気がつくとここだけ細かく書き込みすぎて、全体の書き込みのバランスが取れていないのは良くないと思ったのである。なので、アイスの質感を描くのであれば、このように書き込むのではなく、色トレスを行った方がいいかな。例えばこの黒い線画のままだと、あまりアイスの感じや冷たさ、涼しさを感じることができなかったので、そこを調整してみるというのは、改善する上で非常に大事な点だと感じたのである。あとはこのブラシのタッチも悪くはないんだけれども、結局どういう塗りにしたいのかというのがわからない、中途半端なブラシの塗りになっているのはもったいないと思ったのである。割とその結構聞いてみた時の印象としてアニメ塗りっぽいパッキリとした印象があるのだが、拡大してみると割とブラシでグリグリ塗っているような箇所が多く見られていたりするので、どういうタッチで仕上げたいのか、どういう印象にしたいのかという完成後のビジョンがあまり見えていない描き方をしたのかなと感じたのであった。また色の塗りに関して、この線画はすごくプロレベルとかプロのクオリティに達していると言って差し支えがないものであるんだけれども、塗りは逆に言ってしまえば素人同然の塗り方になっておる。これではお金を払ってみたい、お金を払ってまで欲しいと思える絵には到底なっていないと断言しておこう。その根拠として塗りの仕上げが甘いということである。先ほど言ったようにアニメ塗りのようにパッキリとした塗りの箇所もあれば、ブラシ塗りでぼかしているというところがある。もちろんそういう組み合わせをすることが悪いというわけではないが、例えばこういうそのグラドノの服のグラデーション、この白と青の部分のグラデーションのブラシでゴシゴシと行っているだけなので、非常にグラデーションが悪い意味でムラができており、それがクオリティの低下を見せている結果になっている。この描き方は絶対にやらない方が良いであろう。こういう塗り方をするのであれば、線画に抑揚をつける、つまり強弱をつけた方がより良い結果にできると思うであるし、そうでないのであればもうちょっとエアブラシなどでなだらかにグラデーションをかけるなどの、この線画だからこそ生きる塗り方という模索や選択はするべきだと思ったのであった。また細かい塗りミスが非常に多くて、例えばこういうアイスのこの棒の部分、なんか意図的なのか意図的じゃないのか
白い棒の、この棒の部分にだけ塗りを施しておって、これがどういう結果をもたらしているのか、どういう結果になっているのかというのが見たときに非常に分かりづらくて、むしろここだけ塗り間違いをしているかのような印象を得た。他にも例えばこの顔周りのこの耳の部分、ここだけなぜかこう上から色を塗られているかのようにちょっと黒の線画が淡くなっていて、色トレスをしたには結果として非常に弱いものになっておるし、上から間違って塗ったレイヤーがそのまま残ったのかなという印象を感じてしまった。またこういう目の縁の赤の部分を塗ったようなところをちょっとこう中途半端に塗られていたりとか、あとこういう髪の毛と肌の塗りのはみ出し部分であったりとか、意図はして多分塗っておるんだとは思うんだけれども、こういう塗りがこれがあまり意図したように見えていないというか、むしろ中途半端な塗りミスに見えてしまっているのは良くないと思ったのである。やっぱりそういう全体的に意図しているのか、ただの塗り間違いなのか、処理を怠ったのか、測りかねる塗り方になっているのは良くないと思ったので、それは直すべき点として挙げさせていただいた。そして最後に言われていた、このアイスを手に持っている、で、アイスを一人で食べているっていう図にしましたということなのであるけれども、この顔周りに関して、やっぱりこのアイスを加えて視線をこちら側、つまりユーザー、この絵を見ているユーザーに視線を向けているという意図になっているのは良い点だと思ったのだが、もう一人でこのアイスを2本も食べているというのが、この手はこの背景の色などとこう馴染んでしまって、非常に分かりづらくなっておるし、この手の部分にこの棒を視線誘導する要素がこの絵の中にないのであるよ。この絵を見たときに、まずみんながどこを見るかといったときに、まずはやっぱりこの口元に加えているアイス、そして顔全体、そして体全体という流れになるので、このアイスの棒に対して、多分、作者の方はそのアイスを手に持っているということは多分一番分かっておるであろうし、それを一人で食べたんだろうなっていうのを想像して描いているんではあるけれども、それがこのキャラクターのポーズやシチュエーション、表情から汲み取ることはできなかった。なので、例えばこのアイスを食べているのであれば、こういうところにこう食べ終わったアイスの袋をこう、例えばこうやって1、2個置いておくんであるよ。で、そうすることで、アイスを食べている、これがアイスを食べた袋なんだな、たくさん食べたな、あ、ここにアイスの棒があるぞ、という視線の誘導の仕方ができるようになるのである。もちろんこれはあくまで一例、この視線誘導する一例の方法ではあるけれども、こんな風に自然と物を置くことで、それをたどることで自分がどういう絵なんだ、どういう空間なんだと見せたい空間というのをちゃんと演出することができるようになるのである。なので今回はちょっとこういう風に小物も加えてみて、この絵がアイスを食べている、そしてもう今2本目を食べているんだというのを視線誘導で分かりやすく描いてみようと思うのであるぞ。で、色選びに関しては、ほぼ問題がないと思うであるし、このベースカラーの選び方も、ややちょっとくすみめの色味を使っているところが多分この作家の個性だと思うので、それは活かしていこうと思う。どうやったらより印象的な、そしてしっかりとした仕上がりになるのかというのは実践しながら見せていこうと思うのである。また、この黒いフラットな線画が良い点だとは思うんだけれども、やはり色トレスを用いる、その線画に色をつけることで、全体のキャラクターの可愛らしさや柔らかさ、そしてこう絵から感じる温度なども表現できると思ったので、そちらも実践してみようと思うのであるぞ。では、以上の点を踏まえて、実際に絵を修正しながら添削で言ったことを実践してみようと思うのであるぞ。
いうわけで、魔王が着彩をしたものがこちらである。基本的には元の線画をそのまま活かして着彩のみでどれだけ差が出るかというのを魔王のちょっとできる限りでやってみたんであるけれども、元の絵と比べてみるとこんな感じで、全体的に明るく、そしてはっきりとした印象の絵になったのが分かったであろうか。色選び一つで、影の置き方一つで、ここまで大きく絵が変わるというのも今回のこの添削で分かってもらえたであろうか。そしてこの手に持っているアイスの棒に対して元の絵だと何もない状態であった。なので手にアイスの棒を持っているというのが言われるまで気づかないという風になっていたが、こんな感じで顔からアイスの袋、そして手に視線誘導するように情報を視線誘導がコントロールできるようになっているのがわかるであろうか。あとはちょっと細かな点ではあるんだけれども、目のハイライトが元の場合ちょっと下の方についてて、我が今回描いた方では目のハイライトを少し上の方にしている。こうすることで目線がちょっと上の方を向いて、この座っているガウルグラドノの上の方に立っている、見ているこの視聴者、絵を見ている方の視線があるという風にちょっと調整をしたのである。これをするだけでもこのガウルグラドノがいわゆる絵を見ている人に対して興味を持っているという風な意思表示を表現することができるようになるのである。そして全体的にちょっと陰影をしっかりとはっきり濃いめにしたことで、ちょっと夏っぽいくっきりとした印象の絵になって、季節感が出たりちょっと爽やかな青みも印象的になるようにしてみたのである。あとはこの髪の毛の境界線の部分などはちょっと色トレスで柔らかい色にして、境界線の印象などをかなり柔らかく表現したのであった。先ほども言ったではあるけれども、色を塗ると言ってもどういう風に色を塗るのか、どんな風に陰影を置くのか、そしてそこにはどんな色を置くのかというだけで、ここまで絵の印象を変えることができるということを理解していただいた上で、ぜひぜひ今後のお絵描き活動の参考にしていただけると嬉しいのであるぞ。いかがだったかの？少しでも皆の創作のヒントになれば幸いなのであるぞ。そして皆からの添削希望のイラストは随時募集中なのである。動画概要欄の投稿フォームから必要事項をご記入の上送っていただければ、その中から魔王が添削をさせていただくのであるぞ。それではまた次回、絵が上手くなりたいと思ったらいつでもここに遊びに来るのであるぞ。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。チャンネル登録、高評価、動画のシェア、SNS のフォローなどぜひぜひよろしくお願いいたすのであるぞ。